皆さん今日もこんにちは。いかがでいいじゃんつこんにちは。こんにちは。もう見てわかるように今日もお前らジブリやるのっていう風に思ったやつ手挙げて。はい。はい。もうジブリパークでね、ちょっと押してもいいですか？もう押しましょう。押そう。うちらはジブリパーク推しで行こう。常に。そうなの。だからちょっと今日もジブリパークやります。今日はジブリのどんな動画なのって言いますと、はい、僕たち、ジブリの大倉庫にこれまで2回行ったんですけど、そこで思ったこと、気づいたことを8個にまとめましたので、皆さんにご参考にしていただきたいなと思いまして動画にしようと思いました。はい。よかったらお付き合いくださいませ。お付き合いくださいませ。はい。それでは行きます。おい。はい。じゃあまず一つ目。はい。周辺の車の混雑状況と駐車場に関して、僕たちが感じた感じで話していこう。そうだね。まず、周辺の道路の混雑状況は、そんなに混んでなくない？そんなに混んでない。そんなにね、混んでないと思う。そう、なんか、みんな、東京にあるところとか、大阪にあるところとかの感じを想像しがちだけど、そうだよね。そんなに、なんか、大きい環状線みたいなのはあるんだけど、でもその他の道って結構田舎道じゃん。それでも、田舎道の方も混んでない。てか、全く混んでなくない？私、全く混んでなかった。私、内覧会の時1時半とかだったから、11時半ぐらいに行った。なるほどね。でも午前中しか体験してないのか。それでも混んでないです。その渋滞とかない？ない。渋滞はないね。今まで経験してないんで、車でもちゃんと来れると思いますね。で、駐車場も混んではいるけど、止めれたよね。全然止めれるし、駐車場も臨時とかもあるから、合わせると5、6個ぐらい。そうなの？そう。で、駐車場おすすめは北駐車場がおすすめですね。なんでかっていうと、まず一番近くに止めれたら近いし、売店がある。ね。その売店がロタンダ風が丘っていう売店だよね。そう。なんでそこの売店にもジブリグッズが結構置いてない？何作ある。まあその売店もあるし、ローソンもあるよね。ローソンもある。で、ローソンになんだっけ、そこのローソン。ローソンは限定の切手が前紹介したのとは別のやつがまたあって、そこもちょっと注目かな。はい。わかりました。じゃあ、渋滞してないってことと、おすすめの駐車場は北口になります。はい。待って、あと1個付け足しがある。はい。駐車料金なんですけど、平日が500円、一律500円。土日祝日が一律1000円。で、11回分の回数券、駐車場回数券を5000円で売ってます。要は1枚500円ぐらいでしょ、土日祝日って1000円じゃないですか。でもそれでも1枚として土日祝日も使えるんで、これからたくさん行くよっていう人はその回数券買うのをおすすめします。はい。はい。じゃあいいですか、次。次2つ目。入場開始前の並びについてです。大倉庫は入場時間が区切られてて、9時、10時、11時、12時、ゼロのタイミングで入場するんですけど、1時間ごとでね。そう。自分の入場時間に向けて並んでる人が結構いるんで、早めに行くことをお勧めしますね。だから私たちは9時の入場に向けて8時15分ぐらいに並んだ。30人目ぐらいでした。そうだね。早めに入りたかったら4、50分前には並んだ方がいいですね。そうですね。結局中で並ぶんで。大倉庫の入り口とは別にアーケードみたいなところがあって、次の時間帯の人の並ぶ場所になってるんですよ。エレベーター塔から倉庫に向かうところにアーケードが。そう。入場するまでに時間がかかっちゃうんで、なるべく入場時間前に並んで、中での時間を長く入れるのをおすすめしますね。だから、入場時間前に並びましょうっていう感じです。入場時間前に並びましょう。入場の時の並び、私たちパパとかママとかじゃないんで詳細わからないんですけど、入場入る入り口の手前に皆さんベビーカー置いてたよね。置いてたから、車椅子はもちろんそのまま中入れるんですけど、ベビーカーは確かに赤ちゃんは結構みんな抱っこ紐つけてた
んで、抱っこ息もみんなつけてたわ。みんなつけてたじゃん、そうなんで、もしかしたらベビーカーは置いて赤ちゃんは抱っこして連れてくみたいな。待って、確かにジブリの倉庫内ベビーカーいなかったよね。いないと思う。いなかった気がする。いないよね。なかった気がする。赤ちゃんを担げるっていうか、担ぐ方法、担ぐものをちゃんと持ってこないといけないかなって。まあ多分ママパパは調べてると思うけどね、まあそこはもしかしたらそうかもしれないよっていう。この動画が上がる頃にはここに答えが出てる。僕が調べますね。はい、お願いします。公式がジブリの大倉庫の目安時間っていうのを多分2時間3時間って歌ってるんですけど、全然足りません。朝一の人たちはそれでも足りるかもしれないけど、自由に結構動けるんで、特に15時の人14時の人はマジで時間がないんで、一番最初に出てくるアトラクションがあるんですね、多分そこが一番並んでるんですよ、しかも入場すぐあるからだいたいみんなそこにピュッて並ぶんですけど、そこで30分並んで中でも並んでるんですよ。そこはなりきり名場面だっけ？なりきり名場面、写真が撮れるところ。そうなると15時枠の人ってさ、もうそれで4時になっちゃうから、残り1時間しかないの。15時14時の入場は僕たちはおすすめしないけど、もしその時間に入るのであればまず入場前に並んで中での過ごせる時間を計画していかないと、もうほんとすぐに時間が過ぎてしまいます。朝一は本当に貸し切りですかってぐらいガラガラなんで人がいない。おすすめの入場時間帯一択です。朝一なので平日は10時、土日は9時がもう一択。まあ多分チケットの争奪戦は激しいけど、そうすればもう充実する。もうマジで充実できるんで、本当に。なので頑張ってチケットを取ってくださいというところです。そして3つ目、入ってすぐインフォメーションがあるんですけど、ジブリパークにはマップ、エリアマップ、この紙のがございません。まあジブリらしいよね。ジブリらしい。自分で探せみたいな。ただお姉さん、僕言ったんですよ。お姉さんに紙のマップありますって言ったら、いやないんです。そしたら写真こうやって出してきて、もうただの間取りみたいなのを見せて、これを写真撮ってくださいって言って、それを写真撮りました。あと余談でロッカーもございません。プラス中に座る場所、やっぱベンチとかあるんですけど、それはねたくさんあります。たくさんある。寝てるお父さんとかもいた。います。寝てるお父さんもいらっしゃいます。そういう感じでのんびりはできます。なので座る場所はたくさんあるんで、疲れたら休憩できると思いますよ。じゃあ次いきますか。そうですね。次4。ですね、自販機、飲み物が売ってる場所がほぼないかな。ないですね。ない。あるとするならシベリアンが売ってる売店みたいなところがあるんですけど、そこに牛乳とパックのお茶とかがあるんで、そこで買うか、南街っていうエリアがあるんですけど、南街の方にコーラの瓶の自販機が1つあるんですよ。僕はその2つしか見なかった。もしかしたら他にあるのかもしれないけど。ラムネあった？ラムネが南街にあった？にある。そう。じゃあラムネ。あとはカフェがあるけど、まあカフェでは飲めるね。もちろん飲めるんで。だからペットボトル欲しいって人は買ってきた方がいいと思う。もっといかないと。もっといた方がいい。喉乾いた言ってたもんね。そうで、私自分の持ってる水あげたもん。そう、もらったもん。ちょうだい言うて。その話に付随してシベリアンのお話先に言っとこうか。5つ目、これ一応5つ目で用意した話ね。シベリアン。そこはお持ち帰りができませんので、ご注意ください、というところです。係のお姉さんがその場で食べてくださいねって言ってます。なのでその場で一応お召し上がりいただく感じになってます。シベリアン買うのも結構列ができてます。午後に向かうにつれてだね。おやつの時間なのかな、皆さん。なのかなっていう感じ。午前中はまだちょっと楽しみたいみたいな。甘いもの食べたいみたいな。で、ちなみにシベリアンはつぶあん、こしあんとあります。確かね380円とかそのぐらいだった気がする。で、終わりがけに行ったら売り切れてた。売り切れてたから、もう本当に食べたかったら先に買った方がいいと思います。シベリアンはかな。そうですね。じゃあ次6つ目ですね。オリオン座。オリオン座について、オリオン座って大倉庫内にあるシアターですね。
映画館、オリジナルの短編ムービーが見れる映画館をオリオン座って言うんですけど、これ入り口でもらえるやつ。これね、このチケットがないと入れない。そう、入り口でこれを必ずもらえるんですよ。説明受けるんですけど、これがないと映画見れないので、ただこれ一応日付とか書いてないんで、多分次回も持ち越しはできるんですけど、オリオン座で公開している映画短編映像は1種類ってこと？ 1種類、1種類です。その日はずっとそれなんで、2回目見ても多分同じ作品になっちゃうんで、期間ごとに決まってるんですよ。長期間だと思う。1ヶ月とか、2ヶ月か分かんないけど。で、何時にやってんのって話なんですけど、私、お調べしましたので、天才。天才。はい。こちらです。こちら。どうぞ。だいたい1時間に2本、3本で上映してるんで、これに合わせて他の予定組んでもいいかなと思うので、とりあえず上映スケジュールこんな感じなんで、参考にしていただければ。これで計画もまた立てやすくなるんじゃないかなとは。券渡して館内入って、館内にもね、ベンチがあるんで、館内で待てます。あ、そうなんだ。そう。なんで早めに入ってもいいかも。早めに入ってベンチでゆっくりして時間近づいてきたらドアの前に移動するみたいな。シアター内も広いです。結構綺麗。だからね、ぜひ行ってほしい。ぜひ行ってほしいです。これ映画どれぐらい時間は？15分。だいたい15分。見やすい。見やすいでしょ？見やすい。後から入ってくる人たちは前方の席しか空いてなかったんで、好きな席で行けるんだ。好きな席選べる。好きな席で見たい人は早めに行くことをお勧めします。はい。じゃあ次、7個目。はい。こちらはちょっとゆきなさんが。そう。ジブリの楽しみ方について。はい。ちょっとさっきもそのマップがないとかそういう話があったんですけど、東京のテーマパークだったり大阪のテーマパークって行ったことある人は分かると思うんですけど、スタッフさんがすごい話しかけてくれるじゃん。来るね。なあ、その首飾りとか言って、かわいいじゃないってな感じ。私一緒に写真撮りましょう。パシャリコちゃん。ジブリのコンセプトとしては全くその逆で、まず私たちゲストがいろんなところで探しまくる、こんな裏見まくるとか触りまくるとか、そのジブリの世界の中にある展示物で体験する。そう、一個それに付随していい？思ったのが、大阪とか東京とかのテーマパーク展示物とかでさ、お皿とか置いてあるじゃん。大体さ、もうお皿何枚も置いてあってもさ、でしょ取れないみたいな。そうそう。でもジブリ違うの。1枚ずつ取れるし、箸も取れるし、コップも取れるし、本当に作り物じゃない感じ。すごい。で、冷蔵庫も開けれるし、で、中にちゃんとね、入ってるの。ローリエの話してじゃん。そう。それがね、これすっごい、これめっちゃ感動したの。すごい。僕もすごいと思った。ネタバレになるかもしれないけど、ネタバレだけど探してください。探してほしい。展示物の中にシータが料理をするキッチンがあるんですよ。で、ある棚を開けたら、ふわってなんかすごいいい匂いがして、何かなと思ったら、ローリエそのまんま本物が置いてあるの。すごい、その時聞いてないんだけど、僕。知ってると思って。知らない。言ったよ、多分。言ったっけ？テンション高くて。もうそうだね、そうだね。ローリエの匂いする、いい匂いみたいな。匂いを感じるって、なんかないかなと思って。ないね。本当に、スタッフさんはこっちから話しかけないと、基本的に何かヒントをくれないから。本当に何にも言ってくれないの。そう。ダメなことだけは言ってくれる。ここ撮影ダメですぐらいは。物にこれ触るじゃん。でもさ、これ触っていいのとか思って触る。でも見るじゃん。でも何にも言ってこないの。なんかずっと来ない。本当に立ってるだけ、スタッフさんはもう。こんな感じで。そう、もう、なんかもう挨拶ぐらい。もうこんにちはぐらい。でしょ？しかもそのこんにちはもなんか、こんにちはじゃなくて、こんにちはみたいな。ちょっと心配になって僕聞いたの。これ触っていいんですかって。優しくしたら。もう優しいの。そう。皆さんもジブリの大倉庫は、上見たり、下見たり、開けてみたり、覗いてみたり、できる限りのことを全部しろーって感じ。そう。本当に細部までこだわってくれてるんで、触って探して楽しむのが絶対いいなと思いました。絶対僕見逃してるものまだめちゃくちゃたくさんあるはずだから、こんなのあるよって見てくれてる方がいたらコメント欄に書いてほしいぐらい。確認しに行くんで。そう、私たちが。そう。私泣いたもんね。2日連続で泣いたから。泣いた。
じゃあ続いていきましょうかね。続いて最後かな。最後だね。最後の8個目。はい。皆様多分気になっているであろうグッズ売り場の状況ですね。グッズ売り場は一言で言うともう大混雑です。そう。デーコンデーそう。ディーコンディー。はい。なんて言ったと思う？大混雑。正解。はい。なんです。ディーコンディーなんで。大混雑ね。ディーコンディー。三河でいいチャンス55なんですけど。三河でいいチャンス。ディーコンディー。そう、ディーコンディーだ。大混雑っていう意味なんです。そう。本当にディーコンディー。こんな状態じゃない。そう。もうなんか、こんな感じ。本当にね、大コンディしてる時本当に動かないから。本当にもうずっと、そう、足踏み。そう、足踏み。エンドレス足踏み。そう、エンドレス足踏み。エンドレスアレベリー。これ三河でいいじゃん都合なんですよ。すいません。混んでない時なかったけど、開演と同時に行けば大丈夫。ちなみに、グッズ売り場は開演時間の30分後に入場開始なんで、9時だったら9時半、10時だったら10時半。本当にグッズ最優先だったら、もう入場した後にすぐグッズ売り場。どうやって行くかっていうと、一番近いのが、入場して階段がすぐあるんですけど、階段降りて左だね。もうすぐになんかもう U ターンするみたいな。そうすると、右に階段が出てくるんで、そこ上がって U ターンだね。そうするとグッズ売り場だね。それが一番近いと思う。近いと思う。でも走らないように危ないので。そう、危ないから走らないでや。谷津猫さん。廊下は走ってって捕まえるって言ってるけど、ジブリパークは走らないでください。で、レジも、ゆきなどのぐらい並んだっけ？私ね、軽く見て30分。軽く見てこの人30分並んでた。で、僕はもう嫌だから渡した。はい。並びたくなかったんで。このバッチです。そう、賄賂渡して、これやるから。これやるから、買えって言われて。でも、これ欲しかったんで、よかったです。やった。いろんな情報で、グッズもこうやって出してると思うんで、目星をつけて。つけた方がいい。行ってから見る。決めるとか言う人いるけど、やめた方がいい。本当にやめた方がいい。本当にやめた方がいいと思う。で、あと、カゴがちっちゃいんですよ。カゴちっちゃい。スーパーのカゴみたいなのじゃなくて。いや、まずスーパーのカゴの3分の1ぐらい。3分の1ぐらいのカゴなんで。これぐらいのカゴで、深さも意外となくて。そう、わかるよ。しかもカゴなの。キキがニシンのパイ入れてたようなカゴなんですよ。よりちょっとちっちゃいかな、みたいな。こんなん2、3個入れたらもう溢れるんじゃないかぐらい。終わり。でもね、カゴもね、大きさあったよ。そうなの？うん。あのカゴ大きいって思ってた。そう。あと、やっぱりね、売り切れのものが多いです。狙ったもの結構買えないのがあったね。なかった。2回行ってずっとなかったのは、耳をすませばの美獣館。あと、忘れ物、アリエッティの忘れ物の角砂糖。なんかね、入荷もしてないって言われた。それ入荷もしてないってやばいよね。存在する幻って感じ。幻よ。僕、湯婆婆の指輪が欲しかったんですよ。頼まれてて。で、お姉さんに、湯婆婆の指輪はないですかって聞いたら、入荷もしてないです、みたいな。ただ、南街に売ってるかもって言われて、南街に売ってるって他にもなんかあるのみたいな。だからジブリのダイソー来ないですかって聞いたら、そうですって言ったんですよ。多分お姉さんが言ってたのは、南街に駄菓子屋さんがあるんですね。多分そこでも売ってますよっていうことだと思う。あとは割とこれも数はいっぱいあるし、で、ちゃんと新品出してくれます。新品行ったら出してくれるんで。はい。この前の動画も見たんですけど、この頭に関しては顔が3種類あるんで、間違いないように買ってください。大きいもの買うと、レジの後ろで預かっといてくれるんで。そう。これ預かっといてくれますかって言ったら名前を聞かれるよね。そう、名前で最後のレジ行った時に名前言えば、後ろに置いといたやつ出してくれるんで。そう、だから本当に、グッズ売り場に行く時は、優しい心の戦闘態勢で。そう。行かないと。そうよ、皆さん。ダメよ。だってみんなジブリ大好きな人たちなんだもん。みんなジブリ大好きな人たちと思えばなんか、って思うでしょ。そうなるよね。うちはめっちゃなったよ。なったよ。治安めっちゃいい。治安がすごいいいの。グッズ売り場の D コンデーなのに、治安がね、すごい。みんなジブリの心持ってるから、ごめんなさいとか、これ取りましょうかみたいな。そう、だってさ、このバッジ売ってるとこって引き出しになってるんですけど、在庫ないとか言うと、隣の人が、お姉さん、下のこの、下の、この、在庫用の、多分僕たち開けちゃいけないんだけど、お姉さんこの在庫用のとこにあるから見てとか言って、本当です、ありがとう。お客さん同士教え合ってたの。確かにそれは見たでしょ。そう。
みんなねスタジオジブリなの。そう、みんなスタジオジブリ。そうだからね、安心して行って大コンディだけど大丈夫って感じ。大丈夫。あとは、売り切れ覚悟の人たち、売り切れ覚悟でもゆっくり見たいって人たちはこれをおすすめします。17時閉園なんですけど、17時までにグッズ売り場に入れば買わしてもらえるね。僕たち17時に超えちゃったんですけど、すっごいゆっくり見れたよね。そう、すっごい。その時間ぐらいには人がはけてくから。そう、僕16時30分ぐらいに入って17時に向けてやってたんだけど、店員さんたちも早くしてくださいみたいなことも何もいなかったから、だからそこも優しいんで。そう、多分16時ぐらいはレジもう激一番やばい。激混みでも17時超えると全然だよね、だから列なかったもんっていう感じです。はい。ね、今大きく8つに分けたんですけど、はい、多分ごめんなさい、充電が切れまして今。充電が切れました。はい、危なかった。危なかった。保存されなかったらもうここの時間どうなってたのってすっごいもうなんか冷や汗がっていうか、冷や汗よ三河でいいじゃんって言ってみて。はーへ。ははーへ。それなんて言ったの？冷や汗。三河でいいじゃんつごです。皆さんもね、だんだん慣れてきてもらわないと困りますので。耳が慣れてくるんで。はい、大混雑は？ D 混雑。冷や汗は？見てるね、多分数人の人はね、わかるんですよ。三河でいいじゃんつごもなんか習得しちゃってるんで。習得しちゃってますね。5億年前ぐらいから言ってるんで、これ。じゃあ iPad は？ピー。猫バスは？ラックブース。ね、それ言ってるじゃん、猫バスって。千と千尋の神隠しで、誰でラクが。涙千と千尋の格が目立つよ。ごめんなさい、ちょっと脱線してすみません。そんな感じで8つですね。8つ大きくまとめさせていただいたんですけど、多分まだね、喋れてないこともあるかなと思うんですけど、もし、いや、ここ知りたいわとか、ここどうだったみたいなところあれば、コメント欄に書き込んでもらえれば、僕全部答えるんで、わかんないことはすいません、わかりませんなり、ちょっと何かしら返信はさせてもらうんで、もし気になることあれば、もうガンガン書いてもらえたら嬉しいなと思います。全部答えます。はい。まだね、これからも多分僕たちジブリパークは2月までの予定は2月までの組んであるんで予定も全部組んであるんで、ちょこちょこ上がると思うんですけど、ジブリパークでいいじゃんって。そういや、僕ね、それよく非公式すぎん。非公式すぎんか。ジブリ三河のこともいつかそうやりますんで、なのでこちらの動画が参考になった、よかったって方はもうぜひグッドボタンを押していただけたらと思います。喜びます。チャンネル登録もしてくれたらもっと喜びます。本当にチャンネル登録しといた方がジブリさんはもうやっといた方がいいと思う。だからね、一緒に漢字を一緒に漢字を深いところお願い。誰だバカじゃん。誰だ、この人の気持ちだって早く。こっち待って。やりたいけど。誰だ誰？でもあいつ今日休みだしな。待って、誰？おたつでしたー。ねえ、涙出た。ティッシュ取って。この絵面僕ら。ちなみに猫バスとこれ何？100% フルーツ、ドライフルーツで止めてました。ずっとこうやって。すいません。というところで、グッドボタン、チャンネル登録、今のでまた増えたかな？これやばいね。面白い。はい、というところで、また次回の動画もお楽しみにということで、それでは皆さん、ほいじゃあねー。バイバーイ。